スパイのバサラカ5月12日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい。メールいただいてます。ラジオネームおててがオレンジ色さん。はい、ありがとうございます。よすけさん、げてさん、こんばんは。こんばんは。私にはミュージカルに出るという夢があり、うん。日々レッスンやオーディションに挑戦しています。そして最近初めて舞台の出演が決まり、とても嬉しくて楽しみなはずなのに、初めてのことでめちゃくちゃ不安です。不安でいっぱいだけど精一杯頑張りたいのでアドバイスが欲しいです。お二人は不安になってしまう時どう対処してますか？いつもスパイの音楽に支えられてます。ありがとうございます。いや、まずおめでとうございます。すごい。すごいね。素晴らしい。日々一歩ずつ近づいてってる感じですね。不安がない方がおかしいよ。不安がないままステージに出ていい思いしたことないもん多分。いや、まあそれはそうね。やっぱりなんか緊張とかああいうのって多分なくなった時点で人前に出るのはやめた方がいいと思うんだよな。ね。それだと完全もう身内乗りでいいじゃん。ね。そうそう。友達とカラオケ行ってていいんじゃないっていう気はしてしまうから。どうなんだろう。でも初めてでしょ。初めてステージに立つ、前不安だったな。確かに。でもさ、もう始まったら、ショーマストゴーオンじゃん。いや、そうなんだよな。そうなんだよ。で、なんとかなる。いや、でもだからなんとかなるって思える。なんとかならない時は異常事態だと思う。いや、なんかさ、そのなんとかならない時ってないじゃん。基本的にそのさ、なんとかなるよね。そうだし、なんとかならないってもうそれは多分努力不足じゃん。その何か、骨が折れたとしても、なんとかするじゃん。多分僕らはステージの上でさ、その骨折れました、歌が歌えませんってことはないじゃん。ドラムが叩けませんっていうのはあるのかもしんないけど、なんとかなるじゃん。そのどっかが生きてれば、その手足のね。でもやっぱそれに対処できないって多分さ、そもそも多分、やらなきゃいけないことが、やるべきことがまずできない状態でステージに上がってるってことだから、それは練習不足よね、多分単純に。そうね。心の整え方だよね、多分もうこれは。だからもう不安だけどやりきるしかないって思えるところまでもう多分練習するしかないんじゃないかなと思うしね。でも初めてだからね、絶対、緊張は大事だけど、緊張しすぎてね、そうね、真っ白になるとかね、真っ白になるとかあると思う。それはあると思う。だから照明が当たった瞬間とかさ、多分非日常に急に行った時に、への対策が要はできてない状態だもんね、初めてだから。やるしかないんだけどな、練習を。多分結局でもあれってさ、人前に出るっていう段階で緊張してしまうわけじゃん。そうだね。だからこれやばいなって俺なった時は、あえて照明をガン見したりとか。いやでもそれはさ、もうステージに何回も立ってきてできてることね、多分。いきなりやったらダメからね。そうね。いや、初めての時はもうそれ舞台だし、舞台だから目線も大事だもんね。で声声量ももちろんそうだろうし、いや、どうなんだろうね。だからなんていうの、その多分さ、舞台に上がってお芝居をするっていうミュージカル、ってことは歌うでしょ、多分。歌うよね。だからそこに対しての緊張は絶対するから、不安とか、もうそれはしょうがないものとして置いといて、それ以外の、気にかけるようなこと、だから声が出ないとか、あとはなんだろう、体が重いとか、朝起きた時に、風邪をひくとか、なんかそういうその舞台に立った役者としての自分の本編以外のところに気を使わなくていいように体調を整える。その当日の朝にちゃんと、当日の朝に一番ベストな状態になってくるように、そうね。でも稽古もやってるからね。だからやっぱ2週間前ぐらいからよりこう気をつけて、そのちゃんとルーティン化する。だからルーティンなんか作っておくといいかもね。その芝居に入る前のルーティン、ノイローゼにならないくらいのちょうどいいルーティンが、でもそうね、1秒2秒で終わるぐらいのなんかほっぺた叩くとかさ、
なんかね、あるといいかも。なんか稽古前とかになんかね、なんか靴紐結び直す。そうね、そういうのはいいかも。でなんか普段の稽古と変わらないテンション感で、そのパッていけるようにさ。でも靴紐と、俺そういう意味で言うとチャックを確認するっていうのはね絶対やるのよ。それは普段は開いてる、たまに開いてるからでしょ。ドラム叩く前にもうやるの俺ちゃんと。だからでも大体デニムとかこういうの履くことないんだけどほとんど。そうでもチャックを確認したりとか、っていうのは必要かもね。靴紐とかなんかそういうのはいいかも。ちょっと確認するみたいな。確かになんかもうちょっとしたことでしかこれは対処できないよ。なんか心の支えになるようなね、変になんかにこう頼るとか、それに縛られてもよくないし。そうね、まだ軽いルーティンを作るいいんじゃないですか。そうだね、それがいいかもね。いいと思います。頑張ってください。ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。